塗装前の準備、塗装の準備ですね。準備というか、こういったドア関係も、機体と一緒に塗っていきたいんで、持ち手なんですけど、でこの辺りは足がついてるからいいですよね。そこをつまめばいいんで。修復付け根の姿勢制御用のエアアウトレットのドア、スラスターでいいのかな。スラスターだとどういう風に読んでんだろうね、実際。向き間違えないように。ドアの向きがあるんで、微妙に湾曲してる側が上です。でね、塗装をどうしようと思って、あんまり極端に汚れてる機体ではないので、例の下塗り黒はちょっとどうしようかな。あんまりやってもね、グレーが濃いんで効果があんまり出ないのかなという感じで、この辺部品がいちいちちっちゃいんだよね。でこれを持ち手にします。今取り付けたヒンジの部品を持ち手にします。これも同じですね。主脚のドアなんですけど、もうこれやっぱり中に白キャップの接着剤を入れてます。パーツがでかいんで、そんな完成後力が加わるとこではないんですけどね。でこれもこれで掴むとこできたんで、あとは垂直尾翼はね、別で塗った方がいいでしょうね。水平尾翼下げちゃったんで、非常に塗りにくい状況になってるんですよ。こんな感じで。これは別で塗ります。塗装後接着ですね。多少隙間出ると思うんですけど破れないでしょ。でこれはね、ランナーを突っ込むか。流し込みちょん付けでちょんちょんってやって仮止めですね。後でそれで外れるはずなんです。あんまりしっかりくっつけちゃうと割れの原因になりますから、あんまり押さえないで。結構本なんか見るとこういうところの工場の中の写真とかあるんで、これこういう本なんですけどね。こういう本、ペーパーバッグっていうのなんだでここにこう3枚ぐらいパネルがあるんで、このディテールをちょっと追加してます。でここにこれは 4B かな 3B かなの芯が入ったシャーペンですね。濃いめの鉛筆でこんなの書いてやって、でテープをここに貼ってゴシゴシするとこれ今もうちょっと本当はね綺麗に映るんですけど、もう実はもう作っちゃってまして、写してこれをプラ板に貼ってね切り出したのが、こいつです。この6枚ですね。でこれを単純に貼っていくだけです。で接着はこれサラサラタイプ、ドロドロタイプを 50%50% で混ぜた接着剤ですね。
飛んでった。一応これはサラサラ 100%。 間を隙間を一定にしたいんで、これにマスキングテープを細切りですね、黒切りにしてこれを使い回していけば間は一定になるはずですから。よし、こんな感じですかね。あと奥の突き当たりフレームなんかちょっとわかんないんで、そこはもうオミットします。なんか板出入りの放射状のあれがそれっぽい何なんだそこは。こんな感じですね。でここはメタルカラー、多分チタンっぽい色で合ってると思うんですけどね、黒鉄色の指示はなってるんですけど、多分チタンっぽい色だと思います。で上の天井の部分は前にもお話ししたように白ですから。まずサフェサー塗るんですけど、過去 F14 2機とも真っ黒に塗ってからまあ白で模様をつけて汚しレザリングの下塗りやってたんですけど、今回この機体あんまり汚れてるっていうのはちょっとあんまりあんまり汚れてる機体っていうのはないみたいなので、グレーサフちょっと違うことやります。グレーサフをまず塗っちゃいますね。ちょこっと盛り上げてるじゃないですか。ほんのわずかなんで、その意匠が消えてしまってもいけないので、じゃあこの中ですね、この中メタル色普通に焼け鉄色をちょっと調色しました。シルバーも出たかな。であまり綺麗に塗りすぎないようにっていうか、多分こう中が入り組んでるんでムラになると思うんですよ、自然に。でこの上の部分はキットの指示ではやっぱりメタル系の色という指示なんですけど、ここは白なんで、後で白く塗ります。でこれと同じような色がこの下のこの蓋ですね。蓋の裏も同じくで機体の塗装の方なんですけれども、極端に汚れてる、退色とかもない機体なんですけど、汚れていないってことはないですから、ある程度は汚します。で問題はどういう汚し方にしようかなというところなんですけど、これサフェーサー塗っただけですね。グレーサフを塗っただけです。で
まあ単純にこれに気体色を塗ってエナメルでウェザリングオイルウォッシュという方法でもいいんですけど、ちょっとそれだと奥行き感が出ないかなと思って、もう一層ね、下にレイヤーを作りたいんですよ。で、まあトムキャットなんかは真っ黒にしましたよね。まああと48の一丸も一旦真っ黒にして、でその上に白を塗っていったと。で今回白は使わないで体色につながっちゃうので、汚れにつながる黒濃い系統をこの上に一回のせます。で使うのは黒、それからマホガニ、あともう一段明るい赤、そうですね、オキサイトレッドあたりかな。でちょっと模様をつけたいと思います。35B タイプに関してはなんかちょっと下からの写真が手元にあるんですけど、垂直でこう着陸した時に巻き上がった、まあ、土ぼこりなんか全部機体にこう跳ね返る部分ってあるはずじゃないですか。こう設置する瞬間とかね。なのでこの辺りまでのこういうこの辺りまでね汚いんですよ。でこれもあんまり真っ黒にしちゃうとまずいと思うんですよね。それで前の方もいくらかは汚れっていうのがあるんで、まあ、どの程度まで乗っけるかなんですよね。まあ面倒さですね。北の写真見ながら濃いところ薄いところをこう残すような感じで、まあなんていうのかな、その濃いところと薄いところの面積差というか、そのイメージで塗ってやればいいんじゃないですかね。あとは当然その RM 薄いグレーのところですね。あそこはもうこの一番下のこの今塗ってるのは全く見えなくなると思います。当然こういう小物パーツもね塗るわけですよ。で次マホガニなんですけど、まあ、たまにこういうのも使ってます。これは100均で売ってたなんだカビ取りクリーナー、まあ、スコッチブライトのちょっと粗い面をむしり取ったやつですね。薄めに、元はこういう感じなんですよ。こういう感じね、蜜です。でこれをこんな感じで裂いてやってでこれを使って、まあ、さっき黒でこの辺りの汚れですね。でマホガニをところどころで今これ何も洗わないで黒をちょっと吸ってマホガニを入れただけですね。であんまりこの中に溜まっち
ちゃうと粒になって飛ぶんで、まあそれはそれで面白いかもしれないですけど、ちょっと浮かせたぐらいにして、あんまり今度エアブラシが近くっても今粒で飛んじゃいましたよね。こんな感じになっちゃうので、その辺の加減というか、ちょっと模様がつく程度で、こんなんです今で。まあこれにあれです、こういう方のグレーが乗ってくっていうことです。上面は今度ウッドブラウンですね。ウッドブラウンに若干赤を加えてます。なのでこんな色ですかね。こんな色見えるかな。こんな色です。もうほぼなんだろう、対戦機みたいな汚しになってきたかも。どうなるかわかんないです。ああ、しまった。今ちょっと強すぎましたね。こんなのまあどうせ隠れるんで。結構ね、上下きっちり分かれる機体だと思いますね。もうこの線で、光の当たり方っていうのはきっちり分かれる機体なんで、そこで塗り方を変えれたら面白いかなと思ってやってるんですけどね。機体の方下塗りやってたんですけど、よくよく考えたらまだキャノピックつけてなかったわ。今パイロットをね仕込みましたんで、キャノピーの方をで、キャノピー内側フレームがあるんですよ。こういうフレームね。でちなみに内側のデカールもあるんで、例のガウジを塗る前に貼った方が良かったですね。でこれ貼ってからまたガウジのガラスコート塗ることができましたので、今流し込みでやってるんですけど、できればエポキシ接着剤とかボンド SU でもゴリラグルーでも何でもいいんで、汚れがつかない接着剤がいいですね。こういうふうにずれちゃうのね。ずれちゃってそこで糊がくっついちゃってってパターンがある。まあ今これ入れてるフレームはコックピットの壁の上にくっつくんで、これどうつくんだ。この真ん中に今プラプラしてるパーツは接着しないそうです。向きがあって最後に取り付けてください。接着しないでください。ということで押し込むだけだ。押し込めるかこんなの。多分このキャノピーの枠のモールドのところに収まると思うんですけど、入りましたね。当然キャノピーマスキングしなきゃなんですけど、まあキャノピー自体はもう色塗ってあるんで、キットとの接着線で
スキングすればいいし。でまあこれ乗っけないでね塗装してもよかったんですけどね。そうするとどうしてもキャノピーの下の線奥の方に黒が覗いちゃって違和感が出るので、こうすればグレーがいくらか入ってくれるんで、あとキャノピーのマスクをしちゃって、で今ね途中なんですよ、まだ下塗りが。でもこれでは弱い、多分濃いグレーなんで隠れちゃうんですね、完全に。だからもっと白の領域、白じゃないよね、グレーだから、このサフェーサーの色が出てるところにどうしようかな。あんまり意味がないかな。色が濃いということはもうちょっと濃くしないと多分出ないでしょう。これで塗ってみます。でまずキャノピーのマスキングですね。もう一回ライトな、非常にライトなマスキングですのでちゃちゃっとやっちゃいます。こんなボロボロな感じになりました。ここまでね多分明度差つけないと、おそらくグレーが濃いグレーなんで影響が出ないと思うんですよね。まあこれでもどれだけ残るかわかんないです。じゃあ塗ってきますか。こんなもんの幅で、幅っていうかノズルの太さですね。様子を見ながらこう合わせて、なんていうんだろう、この下地の汚れがどの程度残るかまだ分かんないんですけど、意外に残るな、これは。まあ、ただ比較的楽は楽だと思いますよ。前もさっきもうこの真ん中のラインから主翼の線ですね、線からもう上下がっつり分かれてる機体なんで、塗りにくいってことはないと思います。あとはもうこの段階でこうある程度こういう前後縦のまあ重力の流れ、気流の流れを意識した塗り方をもうこの時点でこれぐらいの感じで、これでもうっすら下の汚れが出てますね。これぐらいの感じに固定するかな。意外にツヤがないな。この今塗ってるニュートラルグレー、まあ実際には FS なんちゃらって色使ってると思うんです
一応長谷川のインストの指定ではニュートラルグレーだったんですけどね。どうしようかな。なんかちょっとツヤが気に入らない。トップコートすればいいんだけども、トップコートで消えないだろうなってとこがありますね。もうちょっとどうしようかな。3000番1500番、ちょっと今ツヤが一箇所だけ妙に落ちてるとこあるんで、多分サフェさんの塗り方が下手だと思うんですけど、この尾翼のここですね。これ1500番グリッド、1500番グリッドっていうのは多分二重言葉ですね。3000でいくか。3000で壊さないように。水平尾翼ウィークポイントです。あんなひっつけ方なんで、支柱も何も入ってないですから。どうだろう。こんな感じですね。多分ね、わかんないでしょ、動画では、ビデオでは。かなり消えました、下の衣装が。光を思いっきり当てるとどうなのかな。ちょっと塗りすぎたかな。でもこんなもんでいいかもしれない。あんまり出てもねおかしいんで、こんなもんでしょ。でそこに合わせて他の面もまだ塗ってないところね、塗っていきます。もうちょっと出てほしかったかもしれないです。よいしょ。どうやって持てばいいんだこれ。しまった。この中マスキングしないといけない。エンジンノズルの中。ちなみに全体広めでこうガーッと塗っていくと、あんまり変わんないような気がするな。この方が見やすいかもしれない。
これでウェザリング最後じゃないですからね。この後またいろいろやりますから。車を塗る癖で無駄を消そうとしてる自分がいる。白っぽいところ今ついつい持ってっちゃどうなんだな。そんなあれがいい。あと空気取り入れ口の内側塗り忘れのところですね。中にテープ貼ったところ。でもここはどっちの色だ。一応塗っときますか。ここら辺はね前に1回塗ってるんですけどね。なんとか塗れなくはない。ランダムに少しずつ塗っていくのが僕的には好きかもしれないですね。である程度までいったら最後にこう広く塗るという塗り方。こんな感じで進めていきます。ちょっと塗り終わってるね。次はねクリアですね。クリアクロスンビスタカラーのクリア、スタクリアです。でこれはデカール貼るためです。これでクリアかけるとやっぱりライトグレーのところデカールでやるのちょっと違うんですよね。拭いていきます。車のボディ塗るみたいな厚塗りはしなくていいです。一回がっつり塗っとけば。じゃあ次は、デカールちょこっとね貼ってからマスキングを過激に行ってライトグレーを塗っていこうかな。それではまた。